責任っていうのは実はポジティブなものですよと、じゃあ自分は何も変えなくていいってことになるんですよ、さもないと自分の人生がこんなはずじゃなかったと、人生虚しいだけですよと、こんにちは、ゴンジです。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、育成術など役に立つ内容をお話しています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、本日もよろしくお願いします。お願いします。本日も前回に引き続き人生において大切なものシリーズということでテーマを一つ一つかいつまんでちょっとお話をいただいてるんですけども、今回は責任というテーマで、責任とはどういうものを意味するのかっていうのをですね、ちょっと深掘っていただいてお話しいただければと思っております。はい、今日のテーマ責任ですね。はい。最初に結論として理解していただきたいのは、責任とは取るものではなく任された責務を果たすこと、これを指しますと、責任っていうとですね、すごい嫌なものみたいなネガティブな印象を持ってませんかってことなんですけど、ほとんどの人は持ってますよね。大変そう、忙しくなる、めんどくさい、取りたくないみたいな、誰も責任を引き受けたがらない、責任から逃れようとしますよねと。でもとにかく責任っていうものはいいものなんですよ。自分の成長においてはとても大切なものであると。今日の話を終えて思っていただければ嬉しいです。先ほど言いました責任とは取るものではなく任された責務を果たすことということをもうちょっと分解しますと、大きく2つ。1つは任された責務で成果を出すことですよね。2つ目は責任感を持つことイコール、自分ごとで考える、いわゆる当事者意識ですね。当事者意識を持って、もっと言うと当事者になって成果を出すことと、これがその任された責務を果たすことだというふうに僕は定義していますと。責任とは与えられた役割や任務を遂行し成果を出すことで、起こった事象に対して常に自分にも責任があると考えること、原因と改善策を明示するとですね。やっぱり良くないのは他責、他人とか環境に矢印を向ける、そういうことを考えず、まずは自分に矢印を向けて考える、話すこと、主語が私っていう風にするってことですね。ですからやっぱりね、改めてなりますけど、責任っていうのは実はポジティブなものですよと。世の中の責任に対するイメージを変えたいとさえ僕は思いますと。経営者の方でもやっぱ責任っていう言葉の意味を誤認してる方ってやっぱり一定数いらっしゃいますかね。誤認してるというか、例えばよくあるシチュエーションでいくと、責任取ってやめます。これ結構テレビとか確かにやっぱあるんで、そういうイメージばっかついちゃってますよね。社会に対しても風潮に対しても疑問を投げかけたいなと思うんですけど、本当の責任を取るんだったらやめることではなくて変えることですよね。何か不祥事を起こしてとか何かやってしまって責任を取ってやめるのではなくて、本来は責任を取ってそれを死ぬ気で直すと、もうこれが本来の責任を取るってことじゃないかなと僕は思ってるんですよね。で、責任を取ってやめるっていうのはある意味言い方を変えると別にその人じゃなくてもいいってことじゃないですか。そうですね。だから大企業とかでね、雇われてる経営陣であればスパッと辞めることが責任を取るっていうことと解釈されてもしょうがないのかなと思う部分はあるんですけど、責任を取るということはやっぱりそれを超える成果を出すということ、こういうふうに考えていかないと途中でやっぱ投げ出したことになっちゃうんで、そこはやっぱり一人の人間のベースで考えると、例えば自分の人生においては責任取りようがないですよね。だって辞めることが責任だったら人生で何かやってしまいました、個人としてね。それ責任取れよって言われた時に、何ですか、死ねばいいんですかみたいな話になっちゃうわけじゃないですか。人生やめればいいんですかと、そんなことは絶対ないですよね。だとしたらやっぱそれを上回る成果を出すとか取り返すと、いうことが必要なわけであって、責任はそうですね、やめるとか、責任取れとかじゃなくて、それを上回る、結果を出して責任を取るんだというふうに考えればいいと思いますし、そうですね。確かに責任取ってやめますっていうメディアの言葉が責任っていう意味をわんさくしてしまってる気がしますね。ちょっと細かいところ解説していきたいと思うんですけど、常に矢印を自分に向けようと。他責じゃなくて自責の心を持つこと、それがね、当事者意識で、僕の言葉とか会社では自分ごとにしなさいって言ってるわけですね。自己責任の精神っていうのはやっぱ人間関係とか社会にとって非常に重要な概念だと思ってますと。
自分事っていうのは自分のこと、自分の責任として捉えることを意味しますと。自分の行動や結果に対してそういう意味では責任を持つことで自らの成長や発展を促進することができますと。人のせい、他人のせいとか環境のせいにするのは簡単ですね。でもそうではなくて、自分の選択や行動の結果として事態が生じたみたいな認識をすることで、次回から次はより良い選択をするよう努力することができますと。また、自責の精神を持つことで他人とのコミュニケーションもスムーズになり、信頼関係を築くことができると思っています。とにかく自己責任の精神を持つことは、自分自身の成長だけでなく、周囲との関係性や社会全体の発展にも寄与することができると。だから、とにかく自分のこととして考えることによって、要は変えよう、次はこうしようっていう意識が生まれますと。これを他人のせいにしちゃうと、あいつが悪いよね、環境が悪いよね、じゃあ自分は何も変えなくていいってことになるんですよ。なかなか成長しないんですよね。で、よく、いやーみんなやっぱだから責任を負いたくないんですよっていう人多いんですけども、僕はやっぱ自分自身は責任を負いたくないけれども、他人には責任を求めるのは矛盾していませんかと、いつも諭します、だってこんな人嫌じゃないですか。例えば自分に甘い、自己中心的である、途中で投げ出す、口約束ばかり、こんな人友達だったら嫌ですよね仕事の同僚も嫌ですよ、上司も部下も嫌ですよねましてや恋人やね、配偶者って嫌ですよね、全員やっぱ嫌ですって言うんですよね、でもこれって責任感のない人を表した言葉ですよと。いわゆる無責任な人ってこういう人ですと。だからあなたに関わる恋人、友人、同僚、強いては関わる人全てに責任感あってほしいとこちらは思ってるわけですよね。だとしたらあなた自身、自分自身も責任感がないと、責任を持たないと、相手から他人からそう思われるっていうことですと、だから自分は責任を持ちたくないけれど、相手には他人には責任を求めるというめちゃくちゃ矛盾したことを考えてるんですよ、すごいですよね。責任取りたくないんです、負いたくないんですって言ったことは、自分に甘いです。私自己中です、私途中で投げ出しますよ、口約束しかできませんよって言ってるってことですよね、自分が逆の立場の時は責任を求めるわけですよ。何言ってんだろうだからそもそもおかしいこと言ってますよって言うんですよね。要は他人への期待や要求を高く持つ一方で、自分にはその基準を適用しないってことを言ってるんですよ。こんな人は客観的に見たら信頼を失う可能性ありますよね。僕は嫌です、絶対。人間関係の基本においてもやっぱ互いの信頼と尊重にあるわけですよね、なので他人の行動や態度に対して期待を持つのは自然なことですが、自分自身もその基準や期待を満たす努力をすることが大切だと思います。責任感を持つことは、自分の行動や選択が他人に与える影響を理解し、その結果を受け入れる能力を持つことを意味します。ただ、人はやっぱ完璧ではないので、誰もが過ちを犯すこともありますよと。しかし、その過ちを認めて責任を取る姿勢が他人からの信頼を築くことにもなりますと。もし気づかないうちにとか、ちょっと油断して自分に甘い、自己中心的になってしまったとしても、それに気づいた時にどのように対処して自己成長を目指すかという視点も結構重要にはなってくるかなと思うんですね。あと責任とは取るものではなく、課された責務を果たすこと、それが責任感と言いましたけど、責任を感じてそれに応える行動をするっていうことでもありますと、だから与えられた役目や任務を遂行すること、そしてその結果に対して誠実に正直に向き合うことっていうことが必要ですと、これはまた自分の人生みたいな話になるんですけど、自分の人生とか仕事ですね、自分の仕事や任された責務の最高責任者って結局自分しかいないじゃないですか、自分が担当する仕事や任務に対する最終的な成果の責任は最終的に自分にあると認識することはとても重要ですね、この意識を持つことでプロフェッショナルとしての自覚や誠実さが高まり、さらなる成果への推進力となるんですね。そして自分の人生も、自分の人生の最高責任者は自分だけじゃないですか。誰も責任取ってくれませんよね、だから自分の人生の選択や結果に対する最終的な責任は自分自身にかかってますと、外部の要因や他人の意見に影響されることもあるかもしれません。しかし最終的な決断を下すのは自分で、それに伴う喜びや後悔も自分で感じることになるわけです、
自分の人生を自らの手で進めるためには、やっぱりこの自分ごと、そういう意識が不可欠です。さもないと、自分の人生はこんなはずじゃなかったと、後から言うことになりますよ。私たち人間は周囲の状況や他人の意見に流されやすいことがあるかもしれませんけど、しかしそれを理由にして逃げるのは簡単でも、そうすることで本当の満足感とか成長を得ることっていうのはできないと。自分の選択と結果に対して責任を持ち、積極的に行動することで後悔の少ない人生を追求することができます。自らの人生をやっぱ積極的に形成する姿勢、そういったものが結果的に充実した人生を生むんじゃないかなと思ってます。責任を持つことで見える景色が変わります。できることも増え、知識や経験を得ることもできます。責任感を持ち、責任の範囲を広げていくことで自分の成長の幅が広がるんですね。責任を持つことは自己成長や進化にとって欠かせないんですよ。確かに責任を持つとそれに伴う挑戦や困難も増えますけど、それらの試練を乗り越えることで得られる学びや経験っていうのは非常に価値がありますと。自分から積極的に環境や状況を変える勇気を持つことで、新たな環境や経験を追求することができ、その結果としてさらなる学びや成長の機会を得ることができるわけですね。だから責任を与えられてそれを果たしていくと。そうするともうちょっと大きな責任を与えられて果たしていくと。さらにもっと大きな責任を任されて果たしていくと。要は責任の分だけできることが増えていくわけですよ。確かに。それをしっかりと果たすことを繰り返すことによって、もっとどんどんそう大きい責任を与えてもらえるわけですね。で、僕は思うんですけど、やっぱ責任感ある人間が成長するわけですね。これってのはやっぱどこまで自分に責任があるかを広く考えられる人間。今まで言ってきたことからするとやっぱ自分ごとの範囲が広い人間ですよね。責任感イコール責任の範囲で、それがイコール成長の幅になるんですよ。例えばですけど、失敗体験の多さっていうのは成長スピードと密接に関係すると思うんですね。仮に失敗をしたのが、例えばじゃあ同じ部署でも他の部署でもいいんですけど、誰か違う B さんだと、した時に B さんだから関係ねえやと。で、何も興味を持たない人と自分が考えられる範囲で、もしかして B さんがこう失敗したのは会社としてはマイナスだと、部署としてはマイナスだと。だとしたらどうしたらこの失敗しなかったんだろうなとか、もしかしてそれにちょっとでも自分が関わってたら、自分がここで気づいて言ってあげられたら防ぐことができたんじゃないかなとか、こんな感じで考えられる人って、要はある意味失敗の疑似体験をするわけですね。で、こういうふうに気づける人っていうのは、みんなが気づいてない中で自分が気づいてるんで、いろんな疑似体験をできるんですよ。そうすると考える量増えますよね。考えていくってことは、自分にその同じようなことが起こったらどうするって考えられるし、とにかくその数、質と量が増えていくわけですよ。なのでやっぱり成長早いですよねとか、成長しますよねってただそれだけなんですよね。だから自らの責任範囲を広げることで、自分の能力とか可能性をさらに伸ばすことができますと。こんなような意識を持つことで達成感や大きな成果を得ることができて、それはまた自信とか自尊心を向上させるわけです。責任を持つことで自分の視点や思考が変わることが結構珍しくないですよね。立場が人を作るっていう言葉ももしかしたらそれに近いかもしれませんし。だから新しい挑戦や困難に対処する中で、過去には気づかなかった新しい視点や考え方を発見することもできますと。まとめますけど、責任っていうのはすごくいいものなんですよね。責任感を持っている人ほどやっぱ成長の質と量を得ることができて早いと。だから冒頭に言った通り、責任っていうのはある意味自分の成長っていう概念を考えた時にめちゃめちゃプラスであると。責任のない人生とかすごく悲しいですよ。確かに。だって、先ほど言ったように責任を取りたくないとか責任を負いたくないっていう人って、自分に甘いとか自己中とか途中で投げ出すとか、そういう人と同義なわけなんで、当然感謝されることないですよね。そうですね。だって相手と約束した何か物事を果たすってことしないわけですから、感謝されることも当然ないし、自分事として考えられないから責任を果たすために必要な努力をしない。前は自分関係ねえやってすぐ投げるんで、成長の質と量が下がるじゃないですか。結論成長しない。あと頼られないんですよね。無責任な人に大事なこと頼みたくないんですもん。これは仕事ももちろんだけど、自分のその友人とかでもそうですよね。お互い責任を果たした時の信頼の強さとかも得ることないですし、そもそも頼られないと。
こいつ責任ないから、なんかお願い事したくないって普通になります。だから結局責任を負いたくないとかっていう人は、人生虚しいだけですよと、僕は思うんですね。で、やっぱフラフラとした自分本位の人生になってしまうと思うんで、苦労は勝手でもしろみたいなことわざのように、責任はどんどん若いうちに負って、ポジティブに考えて、どんどん取りに行った方がいいですよ。最後、若いから失敗してもしょうがないなってまだ世間的にも、チーム的にも、言ってくれるんで。50歳、60歳になってから失敗したら痛いなんてもんじゃないですよ。責任のレベルが本来上がるものだし。だから、そうですね。僕らも社内では、若い人に向けては、責任とはとにかく取るものではなく任された責務を果たすことで定義ですよ。それは成果を出すこと、自分ごとで考えること、この2つを特に意識しなさいと。とにかく責任はだからいいもの、ポジティブなものだからと。ネガティブに捉えちゃいけませんよと。それこそ世間とか今までの主観、バイアスから勝手にネガティブなイメージ作り出してるだけですよと。惑わされてはいけませんと。しっかりと、責任というものをポジティブに捉えて、どんどんそこにアタックしていって、任されたらその任された責務をちゃんと果たしていくということをとにかく繰り返しましょうと。そして広げていきましょうとお話ししてます。はい、ありがとうございます。皆様からいただくいいねやコメントはいつも見ていて大変励みになります。この動画が気に入ったらぜひいいねやコメントもお願いいたします。